サブース、皆さん、こんにちは。ドイツガイドなぎやです。今ですね、僕はミュンヘンを飛び出してまたフュッセンにね、来ているんですね。フュッセンといったら、以前にもね、ご紹介したことがあるんですが、ロマンチック街道の終点地でもあり、そして、ノイシュバンシュタイン城観光の、起点となる街ですよね。このホテルにもね、レストラン、ルートビッヒということで、ルートビッヒ2世が作ったお城がこの近くにあるということなんですが、なんでここに今回ね、来ているか。基本的に僕はミュンヘンの場合ね、住んでるので、フュッセンもしくはお城の、ふもとに泊まるってことはないわけですよね。基本的に日帰りになる。だけどやっぱり、お城のふもとにね、泊まりたいっていうお客さんもいると思うので、今日は、フュッセンもしくはこのね、ホーエンシュバーン川があるところで泊まるメリット、デメリット、そして、ちょっと天気が良ければ美しい景色を皆さんにご覧いただこうかなと思うので、今回じゃあちょっとお城の宿泊に関して紹介させていただきます。フュッセンからバスに乗ってホーエンシュバーン川にやってきました。ホーエンシュバーン川はお城があるところのふもとということで、ここにもいくつかホテルがあるんですね。例えば、目の前に見えるこのアメローン、イエーガーハウスとか、横にも建物があって、一番この村落っていうか、ふもとで高いホテルですかね。一泊一室、二人で200ユーロぐらい。で、反対側、こちらにもホテルミュラーっていうのがありますね。これもだいたい、ハイシーズン一泊一室で200ユーロぐらいということで、なんとなく奥に行けば行くほど、ちょっと高いということで、お城が見えますね、早速。お城の途中のところにも、シロスレストランっていうのがあって、そこだいたい一泊一室150ユーロぐらいということで、4つから5つぐらいですかね。この辺りには、ホテルがね、あります。やっぱ最大のメリットはね、お城のふもとに泊まるって思い出もあるんですけど、こうやって全くね、朝とか夕方になると人がいないので、ゆっくり、自然の中で休暇を過ごすことがね、できるっていうのが、メリットの一つですよね。でもやっぱり最大の魅力はいろんな角度から、もしくは時間帯から、ノイシュバンシュタイン城をね、眺めることができるということではないでしょうか。まさに自然と、これほど建築物が融合したハーモニーを持つ風景ってないのかなっていう類を見ないですよね。冬も雪に包まれて本当に映画のセットのようなジオラマのような本当にファンタジーの世界がね広がっていますよ。他にもいくつかですね、展望スポットがあって、奥側には人工の湖ですか、原勢があったり、あと、ルートビッヒ2世がね、幼少期過ごして、お父さんが建て替えた黄色いお城、ホーエンシュバンガウが見えますよね。奥には、アルプスで湖と、アルプスの山、もう奥はね、チロル地方ということで、寒いけど素晴らしい光景ですね。で、こちら側からも、どうですか。ノイシュバンシュタイン城が見えます。こちらから見るお城もまたいいですね。山だけじゃなくてね、フュッセンの方には例えばこういった美しいレヒ川もね、流れていて、フュッセンから他にもバスでいろんなホップフェンゼーとか湖にもね、行くことができるね。やっぱ自然なね、が好きな方には、すごくおすすめです。見てください。あそこに、白鳥2羽が、つがいですかね、泳いでますよ。
ルートヴィヒ2世も愛した白鳥のつがい。まあデメリットとしてね、考えられることはやっぱアクセスですよね。ミュンヘンの中央駅から1回もしくは乗り換えてフュッセン。そしてフュッセンから、まあ公共交通機関だとこの目の前に見えるバスになるわけですね。まあバスかタクシー。まあスーツケースがね、あるので、まあちょっとやっぱり公共交通機関だとアクセスが悪いかなと。タクシーだったらね、フュッセンから、まあ7、8分ぐらいでね、来ることができます。二つ目のデメリットは、まあ、旅程の日数ですかね。まあ、日帰りで行けるところを一泊するということで、プラスね、一日される。そしてここはね、どん詰まりにある程度場所的になるわけですね。確かに一日一本ガルミシュパルテンキルヘンへのバスは出てるんですけど、まあ、それにしてもある程度ね、余裕がないとできない。そして、まあ、基本的にはね、そんなやることはたくさんないわけですよね。ノイシュバンシュタインだとホーエンシュバンガウ城とか、お城、見学、まあ、こういうふうにあとはこう自然が広がっているので、まあ、デメリットでもありメリット、自然がね、特にそこまで、好きじゃない。もうちょっとこうなんか街中でっていう場合ですかね。いろんなやりたいっていう場合は、ちょっとアクティビティがこう限られているっていうところがね、あるかもしれません。まあ、ただちょっとそんな僕は高いホテル泊まれないので、一番安いホテルをちょっと選んでみました。奥側にね、さっき言ったアメロンホテルとか本当に徒歩5分ぐらいなんですが、ここシロスブリック、ホテルガルニですかね。ちょっとこのお部屋っていうか、ホテルがどんな感じか見てみましょう。ホテルに入ってきました。自動なんですか、無人チェックインみたいになっていて、入り口のところにこう、キーケースみたいなのがあって、メールにこうコードがね、送られてきて、その4桁のコードを入れると、こう、鍵が出てくるみたいな仕組みになっているんですけど、暗い。僕の部屋は今ね、4番ということで、どんなお部屋か。カメラ02から。なんとも不思議な花が。これですね。なんだろう。60年代、50年代のような感じがしますけど。まあでも、清潔ですよね。じゃあなー、見てください。こんな感じ。1月はね、ローシーズンということなので、60度ぐらいだったかな。5月のハイシーズンは、1泊2人で100ユーロぐらいでしたよ。すごい。シャワールームと。これはかなりこう、本当に簡素な。別になってるんですね。なるほど。でも見てください。どうだろう。これは、曇ってるけど。ノイシュバンシュタイン城が眺めるお城になってます。部屋だ。これはラッキー。晴れていればですね、くっきりこういう風に見えるんですが、まさにシロスブリックってね、お城が見える、ポイントというか、ホテル名そのままですよ。いいですね、こういう風に。本ね、ゆっくり読んだり、こういうところで、ぼーっとしたりするのも。朝食会場ですが、カフェとティーがね、あって、コンチネンタルですかね。パンがない。ちょっと朝ごはん遅いので。でも、ドイツパンならあります。こんな感じ。ネテラがあったり、蜂蜜があったり、サラミ、チーズ。本当にもう、最低限の。でも、個人的にはもう十分。卵もあります。夏でね、あれば、ハイキングとか、トレッキングとか、サイクリングとかね、いろんなアクティビティ楽しむ。冬もね、ああいう風に、
ウィンタースポーツ楽しめるんですけど、まあ、日本からね、わざわざ来る方がウィンタースポーツやることはないと思うんですが、こちら見てください。冬はですね、こういう風に、ソリに乗って、この冬を、雪山ですかね、アルゴイ地方を駆け抜けることができるということなので、ちょっと早速僕も経験してみようと思います。うわー、すごい、見てください。こんなに多くの鹿が。Ich da war 10, 20, keine Ahnung. 200. 200, ja. 12分。 Guck mal, wie das hier vorne steht. Ja, mit dem mal. Big Tree. Hirsch? Ach, hier.ということで、これ、約200頭もいるヒルシュなんですよ。見てください、この圧巻の光景。今ちょうど、餌やり場にこう来ているということなんですよね、これ。野生のヒルシュと。こんな間近で、こんな多くのヒルシュを見たことないのですごいですね、圧巻。ということで、いかがでしたでしょうか。ホーエンシュバンガウ城のホテル、もしくはノイシュバンシュタイン城のふもとに泊まってみようということで、どちらもメリット、デメリットがあるんですが、簡単に言ってしまうと、旅程にね、ある程度余裕があって、自然のアクティビティが大好きで、もしくは、ちょっとね、ルートヴィヒ2世のことをもうちょっと詳しく知りたいな、2つのお城、訪ねてみたいな、もしくは何か思い出に残る新婚旅行とか、旅の思い出によりドイツしてみたいなって方にはすごくおすすめです。もしね、何か他にご質問などがあれば、YouTube のコメント欄にね、コメントをお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。チュース。
ちょっと勝手に休憩ということで、フュッセンの駅の横にあるカフェに来ました。アプリコットが入ったチーズケーキ。これいくらだと思います？結構ね、ツーリスト価格かなと思ったら、これ 2.6 ユーロ。ミュンヘンでね、マレーン広場で食べたら4ユーロとかね、してしまうの意外に結構お安いというかね。いただきます。こんな感じ。今日結構歩いたので、やっぱり、糖分があると、ほんと力が出ますね。一日甘いもの1個。